こんにちは。早くプチコンで何か動かしたいよ。そうね。毎回時間が短いからしょうがないわね。じゃあ、時間を長くすればいいじゃん。そうすると、この動画を作るのに時間がかかりすぎちゃうのよ。見ている人の集中力も続かないしね。それもそうだね。じゃあ時間をかけてゆっくりやっていこう。今回は前回の続きね。前回作ったプログラムを呼び出しましょう。保存するのがセーブだったから、呼び出すのはロードでしょ。よく知ってたわね。ゲームのデータを保存するのをセーブって言ってたから、もしかしたらと思って。そうか、ゲームの用語でもセーブ、ロードって言うわよね。同じよ。ロードの命令は、どうやって書けばいいの？保存した時のセーブってところ、ロードって置き換えればいいだけね。ロードの綴りは LOAD よ。命令の後に半角スペース、その後に名前を続けるんだったね。名前はボールゲーム。前後をダブルクォーテーションで囲むことを忘れないでね。どうしてダブルクォーテーションで囲むの？それは今は説明するための情報が足りないから、時期が来たら説明するわね。今はセーブやロードの時の名前はダブルクォーテーションで囲むって覚えておけばいいわ。そうなんだね。あ、ロードしなきゃ。終わったみたい。ということは、F4 キーでエディットモードに移ると。前回作ったプログラムだ。2行しかないけど、ちゃんと保存できてて安心したよ。じゃあこれで続きが始められるわね。次というか、猫の X 座標と Y 座標で画面の座標の説明になって、そこで終わってたんだね。猫ちゃんを表示することを考えなきゃならないわね。表示する命令は覚えてる？命令したっけ？第4回で猫ちゃんを画面に出したでしょ。忘れていたら第4回を見直してね。何かやった気がする。じゃあ軽くおさらいね。コスチュームについている番号がスプライト定義番号。スプライトについている番号がスプライト番号だったわよね。SP セット命令で、スプライト番号に表示するスプライト定義番号を指定することで、スプライトを作って使うことができるようになります。猫のスプライト定義番号は856番だったよね。細かいところは覚えているのね。じゃあ3行目を書いていきましょうか。まずは猫のスプライトを作るんだね。このスプライトを作る処理は、スクラッチでは画面で終わっているから。スクラッチに命令がないのよね。クローンを作るという命令がイメージとしては近いかもしれないけど。SP セットか。スプライト番号は何番にしよう。一番最初に作るスプライトだし、主人公だから一番小さい番号がいいかもね。ということは、1番目だから。1番目だから？ 1だね。って言わせたいんでしょ。0だよね。あ、覚えていたのね。最初の数字は1からじゃなくて0からだよね。猫ちゃんのスプライト定義番号は856番にしておきましょう。これでいいかな。良さそうね。じゃあいよいよ X 座標と Y 座標を指定するわよ。場所を指定する命令は、これも4回目に使ったけど、SPOFS って命令ね。OFS っているのは、オフセットという単語の略なの。オフセットっていうのは、あまり聞き覚えがないかもね。もともと相殺とか埋め合わせとかいう意味だけど、コンピュータ関連だと、基準からの距離で表した位置、という意味で使われるわね。基準、距離、なんだか難しいな。とりあえずスプライトの位置を座標で指定すると考えておけばいいわよ。でも、前回説明したけど、座標の考え方が違うからね。そうだったね。じゃあ座標は計算し直さなきゃいけないね。じゃあ計算しましょう。計算は苦手だな。そんなに難しくはないわよ。スクラッチの座標を XY として、プチコンの座標を PXPY とするの。X から PX を求める式は、
X 方向は横にずれるだけだから、こうなるわよ。思ったより簡単だった。スクラッチの座標に240を足すだけでいいんだ。実際に数字を当てはめて確認してみるといいわね。例えば中心の X 座標は、スクラッチは0だけど、プチコンでは式に当てはめると、0足す240で240になるわね。合っているようだね。Y 方向は加算方向が逆だったから、プラスマイナスを逆にして、さらに縦にずらす。逆向きだとそう考えればいいのか。これも例えば、一番上の座標で考えてみましょう。スクラッチでは、Y 座標は180だけど、式に当てはめると、マイナス180たく180で、0ということになるわね。プチコンでは一番上の Y 座標は0だから、合ってるね。じゃあ、この式に、X に20に、Y にマイナス141を当てはめるとどうなるかな。X 座標は20に足す240で、262だね。そして Y 座標は、マイナスのマイナスでプラス141。141に180を足して、321だね。じゃあ SPOFS 命令を書きましょう。引数の最初はスプライト番号、次が X 座標、次が Y 座標の順ね。どうかな。これで良さそうね。では実行してみましょうか。F5 キーで実行ね。猫が出てきたよ。位置は良さそうだけど、ちょっと小さいね。大きさは後で調整しましょう。じゃあ次だね。次は表示する。だけど、すでに表示されているね。プチコンでは SP セット命令を普通に実行すると、必ず表示された状態から始まるの。最初から隠しておくには、SP セットの3つ目の引数に0を指定するといいのよ。SP セット命令のヘルプを見てみてね。SP セット命令にカーソルを持っていって F1 キーを押すといいんだね。3つ目の引数は表示フラグって書いてあるよ。作成したスプライトを表示するかどうかの指定ね。1で表示、省略時は1ね。省略していたから表示されているんだね。そういうことよ。だから、3つ目の引数を省略せずに0を書けば、表示されなくなるの。試してみよう。ここに0を追加するんだね。実行してみるよ。本当だ。猫が出なくなった。表示しなくちゃならなくなったね。スクラッチの表示するって命令にあたるプチコンの命令は SP ショーっていう命令を。ショーっているのは示すとか見せるとかいう意味ね。演劇のショーがこれね。ヘルプを見てみるよ。なるほど。スプライト番号を指定すれば、ロスプライトを表示するんだね。今回はその使い方で大丈夫ね。スクラッチでは単に表示するって命令だったけど、プチコンでは必ず何をで書かなきゃならないから、スプライト番号を指定しなきゃならないのよ。どのスプライトの命令も全部をここに書かなきゃならないんだよね。そうなのよ。じゃあ猫ちゃんのスプライト番号0番の入力して。猫ちゃんがちゃんと表示されるかどうか確認しましょう。じゃあ F5 キーで実行しよう。表示されるようになったね。やったね。もう少し進みましょうか。次は、ずっと繰り返す命令だね。これはプログラムの流れを操作する命令の一つね。何か違うの？今までの命令は、画面をどうしろとか、スプライトをどうしろとか、見た目に対する命令だったわよね。この命令は、プログラムの流れに対する命令だから。この、ずっと、って命令だけでは、画面が変化したりはしないわよね。そうだね。上から下に流れる命令の順番を操作するだけだからね。このような、
プログラムの流れを操作する命令を特に制御命令っているのよ。制御命令って他にどんなのがあるかわかる？似たようなものでは回数指定の繰り返しかな。あとは、もし、模章だよね。そうね、制御命令のタイプは大きく3つしかないの。たった3つ。繰り返しと、条件分岐と、ジャンプの3つね。これが細かい動きでいくつかに分かれるの。例えばスクラッチだと、繰り返しも、ずっと、と、何回繰り返す、と、条件を満たすまで繰り返す、の3つがあるでしょう。ジャンプっていうのが気になるよ。スプライトがジャンプするの。これは制御命令のジャンプだから、スプライトには影響はないのよ。ああそうか。でもスクラッチのジャンプって何？スクラッチの制御命令にジャンプはないのよ。道理でわからないわけだ。よかった。チコンもいろいろな制御命令があるけど、ずっと、と同じものは、ループ、エンドループ命令ね。2つの命令があるの。スクラッチは、ずっと命令ブロックは、逆この字型になってて、この命令ブロックの中に別の命令を挟むことができたわよね。そうだよ。そこに繰り返したい命令を並べるんだよ。口コンでは、始めの部分と終わりの部分にそれぞれ命令を書いて、その命令に挟まれた部分にある命令が、繰り返しの対象になるのよ。まだよくわからないよ。プログラムを書いてみたらわかるわよ。その前に確認ね。今、どうなってる？さっきのプログラムを実行した後のダイレクトモードだよ。OK って出てるでしょ。この意味は何だったか覚えてる？命令を受け付けますよ。ってことでしょ。その通りね。ということは、プログラムは実行されていないってことよね。口コンは同時に1個のプログラムしか動かせないんだったよね。そうなのよ。だから、OK って出ているってことは、プログラムを実行し終わって、次の命令を受け付けることができているってことなの。プログラムは終わっているってことね。上から順番に実行して、プログラムの続きがなくなればプログラムは終わる。これはスクラッチでも同じだったよ。旗のボタンと停止ボタンが元の状態に戻るんだ。スクラッチで旗のボタンと停止ボタンが元に戻ってることが、口コンではダイレクトモードで OK が表示されているのと同じことなの。ではエディットモードに行って、ずっとの命令を書いてみましょう。エディットモードに移るね。まずは次のように、ループ命令を書いてね。綴りは LOOP よ。引数とかは不要よ。書いたよ。じゃあその次のように、エンドループ命令を書いてね。綴りは ENDLOOP よ。これも引数とかは不要よ。書いたよ。では実行してみましょう。F5 キーを押してね。猫が表示されたよ。OK の表示は出たかしら。ああ、出ていないよ。ということは命令を実行中なんだね。その通りよ。ループ、エンドループ命令で繰り返しているから、プログラムは実行中なの。じゃあどうしたらいいの？エディットモードにも行けないよ。もう一度 F5 キーを押してみて。エラーのメッセージが出て、OK が表示された。これは別にエラーのメッセージではなくて、プログラムが止められたことを表しているだけよ。スクラッチでも、旗の右側の停止ボタンを押せばプログラムが止まるでしょう。赤いボタンと同じか。ということは、口コンでは実行ボタンも停止ボタンも同じ F5 キーなんだね。そうなるわね。繰り返しなどでプログラムが止まらないときは、F5 キーを押して止めるのよ。わかったよ。ループ、エンドループで繰り返されているらしいことはわかったよ。らしいって何よ。何か不満でも。だって、何の変化もないし、本当に何か繰り返されているのかもわからないよ。確かにそうね。じゃあ、それは次回に試してみましょう。今日はここで終わりか。忘れないようにプログラムを保存してね。わかった、保存するよ。
上書きしていいですかって言われたよ。保存が2回目だから、前のプログラムを上書きしていいかということなの。大丈夫よ。上書きして保存してね。保存したよ。ペースはゆっくりだけど、確実に前進している気がするよ。そうね。確実に進んではいるわよ。次回はいよいよ猫ちゃんを動かせるかしら。楽しみだな。楽しみにね。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が良かった、役に立ったと思われたらいいねボタン。コンテンツの公開は不定期ですので、新着を受け取られたい方は、ぜひチャンネル登録していただき、通知をオンにしていただければと思います。また、Twitter のアカウントもありますので、フォローしていただければありがたいです。本日もご覧いただきありがとうございました。では、次回の動画でお会いしましょう。失礼いたします。